こんばんは。はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。前回からですね、また新しく更新をしたティアリストになってます。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回はですね、また新しくシェイプシフターズの選手たちを追加しました。それでは、早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが最新版のアタッカーのティアリストになります。TOTS が終わり、そしてシェイプシフターズも今週で終わるということで、下のランクの選手たちもですね、新しくちょっと調整を、しました。B から、C に、ランクダウンした選手も、いればですね、C から D にランクダウンした選手もいるという風な形になってます。新しく追加した選手は C と D にはいないという風な感じになります。で、そして B ですね。B は新しく追加した選手、シェイプシフターズのキャンベル、そしてシェイプシフターズのエンネシリ、そしてシェイプシフターズのペペと、この3名を入れました。キャンベルに関してはアイコンで、強化がなされた選手になっていて、センターバックからね、LW、前線の選手として、アップグレードされました。で、スキル、逆足どちらも4という風なことでですね、ちょっとそこはね、残念ではあるんですけど、まずフィジカルの強さ、そしてペースも99あるということで、本当に特徴としては速さと強さですね。なんで、基本的に、フィジカル勝負を、挑んで、そのままこうグリグリいくっていう、そういう風な前線のタイプになります。今のね、現環境ではですね、それプラス、スキルが使えたりとかっていう選手が多くいるので、なかなか、使い方が限られてしまうかなという風に、思います。フィジカルが通用しなかったりとか、あとは無理して縦突破、相手がケアしてるのにスピードで行くっていうことはなかなかできないので、そうなった時にはちょっと難しく、なってしまう、そんな選手になりますね。あとは結構重たいので、だからこそちょっとスキルでこう重さを和らげるっていうことができればいいんですけど、それもまたちょっと5ないので難しかったりは、します。なんで基本的には、A までにはいかないかなという風に感じた、そんな選手になりますね。で、そして、エンネシリですね。シェイプシフターズのエンネシリ。エンネシリもですね、キャンベルと同様のタイプですね。でかくて、速さがあってっていう選手ですね。で、この選手の場合はスキルが5で、逆足が3という風な、ことになってます。スキルが5っていうのはもちろんいいです。素晴らしいんですけど、逆足が3っていうのはね、なかなか今の現環境でトップクラスに、いいっていう選手ってなかなか逆3だったりとかはしないんで、その中で、逆足もね、最低4以上ある選手がもうほとんどなので、その中でちょっとそこは残念。結構なマイナスポイント、やったかなというふうに思います。なんでサイドで、こう、なんですかね、スキルを使いながら、あとはスピードとフィジカルの強さを活かしながらゴリゴリ進んでいくっていうことが、いいのかなというふうには思いますね。なかなか逆足でのシュートだったりとかっていうのは難しくはなってしまいますね。で、そして、シェイプシフターズ、ペペですね。ニコラ・ペペ。ペペの場合はですね、軽さ、そしてスピードっていう、ところが、特徴として、挙げられます。なんで、キャンベルと、エンネシリとはまたちょっと別のタイプ、ですね。で、この選手逆足が5でスキルが4という風な感じにはなるので、スキルが5であれば、よりその軽さ、プラススキルも使えたので良かったかなっていう風に思うんですけど、本当にサイドで、スピード突破っていうことしかできないかなっていう風には思います。ですけど、こう比較的エンネシリやキャンベルよりは軽いので、L スティックだけの細かいタッチっていうのができる。そんな選手になります。なんでね、スキルがいらないっていう方は、ペペ、エンネシリじゃなくてペペでもいいと、いう風には思います。ですけど、こう理不尽さっていうのはね、やっぱりどうしてもそこまで感じなかった。選手にはなりますし、値段は安いんで、スパサブとして使うっていうのも全然ありなのかなという風には感じます。で、そして A と B の間にいるのが、シェイプシフターズアイコンのライカールトですね、ライカールト。ライカールトは前回のティアリストで紹介をしているので、今回ちょっと割愛をしたいなという風に思います。一応ランク的には前回とは変わりません。で、そして A ですね。A はシェイプシフターズのマグワイヤー。そしてシェイプシフターズのリシャーリソン。そしてシェイプシフターズのトレント・アレクサンダー・アーノルド SBC で今来てますね。で、そしてシェイプシフターズのノイヤー。そして、あとはプスカシュを、フットバースですね。プスカシュを少し下げたという風な感じになります。マグワイに関してはでかい
そして速い、おもろいっていうところですね。まあ、でかさっていうのと、まあ、あとはやっぱりその速さっていうのも、まあ、兼ね備えた選手、さらにスキルも5あるという風なことですね。で、やっぱりこの選手に関しては、まあ、本当にキーパーが、前線の選手になったような、形で、同じような感じで使える、そんな選手になります。で、やっぱりね、大工を吹き飛ばすほどのフィジカルっていうのをこの人は持ってますね。さすがフィジカル99プラス194センチという身長、さらに100キロという体重っていう感じなんで、本当にね、他の ST と比べても、そこのフィジカルに関しては、結構トップクラスかなっていう風に思います。それがね、なんかちょっとよりおもろいんですけど、まあそういう一個特徴はありますね。だけど結構重たさがあるんで、まあ L スティックとか、細かいタッチっていうのはできなくて、切り返しとか、あとはスキルを出した後のワンタッチとかね、そういう風なね、ところは結構のろかったりとか、重かったりはします。なんで逆にスキルとかをなかなか使わないよっていう方だと、意外とね、足元では何もできないっていう、ことが起こるかもしれないですね。まあ、使い方はあって、まあ、非常にこう、理不尽さがね、出せるような選手にはなるので、球際とかの部分で。なんで、そういう風なところ、球際で勝って、まあ、そのまま出して進んでいくっていう風な、ことができる、そういう風な選手になるので、合う人にはめちゃくちゃ合うかなっていう風な感じですね。でそして、リシャーリソンですね、リシャーリソン。まあ、シェイプシーザーズになってですね、スキルが5に、アップグレードされて55になりました。やっぱり55って偉大だなという風に、改めてこの選手を使ってみて感じますね。で、リシャは本当にフィニッシャータイプというか、シュートはもちろんストライカーとして上手くて、逆足も5で、かなり良かったので、そこにプラススキルで自分でも剥がすことができるっていう、まあ武器が新しくこうついたのは非常にでかいかなっていうのは思います。まあ、ブラジル人で、前線のアタッカーで55でっていう選手で、かなり値段も安いので、まあ、これだけ安くて、普通に強い選手っていうのはなかなかいないというふうに思うので、まあ、ちょっと気になる方はぜひ使ってみてほしいなっていうふうには、思いますね。普通にドリブルも扱えるレベルの軽さですね。でそしてトレント・アレクサンダー・アーノルドですね。アーノルド。まあ、アーノルドに関してはですね、ST になってストライカーらしくですね、決定力非常に高くなってます。普通に決め切ってくれますし、まあ、今週、高精度シュートだったりとか、アウトカーブっていう、まあ、シュートの多彩さっていうのも一つ魅力かなと。いう風に思います。で、ドリブルも軽くて、まあ、扱いがしやすい、タイプ、かつ、まあ、スピードの遅さっていうのを感じないので、まあ、個人的には普通に強い ST かなと。いう風に思います。フィジカルはね、まあ負けたり勝ったりっていう選手なんで、まあ絶対的なフィジカルマンという風な感じでは、ないです。まあ60万っていう SBC の価格上ね、ちょっと高いかなっていう風にも思いつつ、その値段の価値っていうのは、まあまだあるのかなっていう風にも思うんで、そんなには悪くはないかな。まあ個人的に自分が使っていた中でも結構シュートとか、決め切ってくれて勝利に貢献をしているストライカーではあるんで、全然悪くはないんですけど、まあ一番上の選手と比べるとそこまでじゃないかなっていう風にも思ったんで、自分的にはという風なことにしています。で、そして、ノイヤーですね。シェイプシェイザーとノイヤー。まあ今作はですね、キーパーから、フィールドプレイヤーになるという、変更がまあ、なされたわけですけど、その筆頭ですかね、ノイヤーに関しては。まあ、ST に、なってですね、この選手も決定力高く、さらに元々の身長がでかいので、そのフィジカルも相まって、本当に特攻というか、まあ、ハーランドだったりとか、まあ、リュディガーだったりとか、ケイン、あとはまあ、先ほど紹介したマグワイア、そういう風なタイプの選手になります。スピードも速くなって、もうダッシュしてるだけで、まあ、抜き去ることできるみたいな、選手ですね。で、スピードがあるから、まあ、相手もなかなかタックルできないんですけど、タックルできた時にも、まあ、保険としてのフィジカル、そのデカさっていうのが、彼の強さっていうのがあるんで、もう全然負けない。で、そのまま運んでいってシュートまでいけるっていうことが、まあ、できるんで、まあ、スキルを変に使うっていうよりかは、まあ難しさっていうのはなくなるのかなっていうのはやっぱり思います。だからこそ多分今作の使用上強いのかなって思います。ダッシュしてるだけで抜けるわけですから。なんでそういう風な使い方ができる方はめちゃくちゃノイヤーはありだと思います。ドリブルはね、まあ、案外持てるんですけど、重さっていうのはまあ絶対ありますね。トレントとか、リシャとかよりかは全然重たい選手には、なるので、まあその分スキルが5でね、ある程度、
緩和できるっていうのはいいんですけれども、どちらかというとどうしても重たい選手にはなってしまうので、本当に球際だったりとか、使い方が分かってる人だったらめちゃくちゃいいかな。かつ多少重くても、そういうフィジカルとかでなぎ倒す力があるんだったらいいよって思う方は、ノイヤーだったりとか、マグワイアっていうのはありなのかな。もちろん同じランクにいるルディガーもそうですけど、ありかなっていう風には思います。ケイン・ハーランドを使ってる方は、めちゃくちゃありだと思いますね。で、そして、S と A の間にいるのが、シェイプシフターズアイコンのチェフですね。チェフ。チェフもですね、本当にノイヤーだったり、マグワイア、先ほど紹介したケインだったり、ハーランド、ルディが同じような感じのタイプになります。元々の身長だったりとか、フィジカルっていうのを活かして、スピードも手に入れたので、そういう、なんですかね、走ってるだけでシュートを決めきることができる、そんな選手になります。で、保険としてのスキルも持ってるっていう、選手ですね。で、チェフに関しては結構、作った方多いかなっていう風には思いますし、かなり相手にいる確率っていうのも高いという風に思いますね。ドリブルに関しても同じく、重たさっていうのがあるので、先ほど紹介した選手たちを使いこなせてるっていう方は、チェフも同じような感じで使えて、強さっていうのは感じれるかなという風に思います。本当にノイヤーとかと同じようなタイプなんですけれども、若干ちょっと上にしたのは個人的に自分が使っていた時のインパクトですね。チェフの方が若干強いかなっていう風に感じた場面が多かったので、ちょっと今回はこの間に、してるという風な、ことですけど、本当に同じような感じです。ノイヤーとかと同じような感じなんで、ぜひちょっと作って、使ってみてほしいなと思います。で、そして一番上のランク S ですね。S はですね、シェイプシザーズアイコンのガリンシャ、そしてシェイプシザーズアイコンのアンリ、そしてシェイプシフターズの一番右にいますポグバですね。この3名を新しく入れました。ガリンシャに関してはですね、やっぱり速さ、そして細かさ、軽さですね。そういう風なところが非常に素晴らしくてですね、ドリブル好きの方はめちゃくちゃ好きな選手、だと思います。で、さらにですね、やっぱりシュートだったりとかっていうのも言わずもがな高いので、本当に全てが能力高くて、さらに、軽さとか、大事な部分ですよね。やっぱり使用感っていう風な部分がかなりいいという風な選手になります。値段もね、かなり高いんですけれども、逆足がね、5にならなかったっていうのは少し残念なポイント、ではありますけど、非常に価値がある、そんな選手になりますね。非常にやっぱり強さっていうのを手に入れたかなという風に思います。で、そして、シェイプシャザーアイコンのアンリですね、アンリ。アンリに関しては55に変更をされまして、ST から RW、右ウィングになりました。右ウィングトップレベル、本当に1、2を争うぐらい、強い選手かなというふうに思います。ちょっと注意点としては左利きに変わってるという風なところがちょっと違うかな。ですけど、持ち方がちょっと変わるだけで、逆足は5になってるんで、別に右足で打っても問題はないという風な選手ですね。で、アンリに関しては、やっぱり、これまでのアンリよりかは格段にドリブルっていうのが改善をされてます。プライム93、一番、なんていうんですかね、シェイプシャザーアイコンのこのアンリが出るまでに、前に一番高かった能力で、ドリブルの能力っていうのはもともと低かったんですけど、その中のバランス値っていうのが66だったんですね。ですけど、このシェイプシェターズのアンリはバランスが多分90とか超えてるので、かなりドリブルに関しては重かったと思う方が多かったので、そこがシェイプシェターズアイコンで改善をされたという風なことになります。で、決定力とかスピードに関しては別に普通に強かった選手なんで、そこもちょっと上がりながら、ドリブルのその改善点、唯一の改善点を改善された。そういう風なアンリが来たんで、えぐいという風に感じますね。で、さらにフィジカルも強いし、本当にえぐいですね。何も言うことはない。パスもうまいし、本当に全てが、完璧なアンリが来たなという風なところで、個人的には S っていうのは、今の現環境で、トップの S は妥当かなっていう風には、思いますね。で、そして、最後ですね、シェイプシスターズのポグバ。ポグバに関してはやっぱり現役チーム3の中では最高額で、この選手もでかくて速くて強い、という風な選手になります。で、この選手に関しては5-5に、なってます。もともとスキルが5で逆足が5になったという風なことですね。やっぱり全体的なタイプとしては、先ほど紹介したノイヤーだったり、チェフとか、リュディガーだったりとかと同じような
タイプなんですけど、この選手の方が、まあ身長は若干小さいんですけど、そのキーパーとかに比べたらね。ですけど、ある程度の身長を備えながら、ちょっと軽いんですよね、ドリブルがしやすい。っていう風なこと。プラス、やっぱりね、逆足5っていうのは、ちょっとでかいですね。あとはやっぱりスキルが、もともと5なのからかわかんないですけど、なんかちょっとスキルが出るのが、なんか早いというか、スムーズというか、ちゃんと入力をしてからすぐに出てくれるっていう、ことが、なんかポグバの方がなんか若干良かったかなっていう風には、思いましたね。理不尽さっていうのをより感じる、選手ですね。でかくて速いっていう選手はやっぱりこれまでいっぱい出てきましたけど、その中でも、少しちょっと理不尽さっていうのを感じさせてくれるような、選手がポグバ、だったので、やっぱり5-5っていうのがでかいなっていう風には、思いました。決定力っていうのはもう正直ここまで来たらね、誤差だったりとか、しますけれども、正直 S に入れてもふさわしいなと、感じたのはポグバ、だったので、今回ここに入れました。という感じで、これが最新版のアタッカーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手、たくさんいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。